持っていくものリストみたいなの結構いくつあっても私はいいと思ってて、もう動けなくて泣いてたし、私って最高って思って生きてれば、振られたら普通に悲しくない？なんか考えただけでちょっとうるうるしてきちゃった。もうしょうがないからみんなに見せちゃう。こんにちは、上野ありさです。今日はですね Q&A です。 Q&A の撮影が久々な感じがするんですが、撮っていきたいと思います。で、本日のリップ先に紹介しておきます。レブロンスーパーラストラスデューイシャインリップスティック003番を塗っています。チークはフィーのバディっていう結構こういう紫ベリーっぽい色に、上からディオールバックステージのロージーグローのキャンディーを重ねております。で、そばかすをねタルトで買ったやつを使って、これさすごいさ、なんか先がねこういうトゲトゲトゲみたいな感じになってて、私が持ってるビューブルのこれよりも細かいそばかすがかけました。こっちの方が太めの感じで、これでベースをちょんちょん、でもね一回一回プッシュしなきゃいけないので、ちょっとこれはインク型だからそのままかけるんだけど、これはなんか下にこうあってスタンプみたいな感じでプシュって押して書いて押して書いてって感じで、ちょっとそれがめんどくさいんだけど、アメリカのサイトで買ったライトっていう色、めっちゃ発送長時間かかって、一回キャンセルされてもう一回買い直してから1ヶ月ぐらいかかってるから、相当時間がかかるので、辛抱強い方はぜひ見てみてください。ということで本題に入ります。今月もねたくさん皆さん質問ありがとうございます。30分タイマーをかけて、質問ボックスで募集した質問に答えていきたいと思います。今回もものすごい数いただいておりまして、本当にね多分読まれてない人がたくさんいると思うんだけど、それなのに懲りずにお送りいただいてありがとうございます。でも今回スクロールできるわ。飽きられちゃったけん、いつものストーリーの閲覧はそんなに変わらないんだけどね、みんなどうせ読まれないみたいな感じになっちゃってるから、いつも下までスクロールするのめっちゃ時間かかるんだけど、今回は結構すぐ下まで行きました。はい、皆さんありがとうございます。ということで答えていきます。開封後の化粧水などの保管はどうしてますか？私は冷蔵庫に入れてます。私はもう開封後は普通にそのまま、棚に入れてて使ってます。スキンケアってことだよね。基本スタメンを 2,3 本は用意してるんだけど、2、3種類だけど、使い切ってから次に行くみたいな。だから 2,3 本は常にあるのを、この 2,3 本がこう使い切ってまた違うのになってみたいな感じでやってるので、冷蔵庫には入れずに普通に常温保存しています。今夜の晩ご飯何ですか？今夜は今からジュリアちゃんと葵ちゃんとマリリンさんが来るので、久々に4人で韓国料理を食べに行きます。本当に何から何まで話せる友人って何人くらいいますか？また親友の定義って何だと思いますか？多分私は本当に何から何まで話せるのは、けど言って1桁10人いかないぐらいいるかなと思います。親友の定義、なんかうちらって親友だよねみたいなのはないから、本当になんかいつでもこう何も考えずに連絡を取れたりとか、やっぱ自分の心の闇の部分とかを話せたりとか、この人にならこれ言っても嫌われないなみたいな、なんかこれが私って受け止めてくれるなっていうような相手が親友かなって思います。だからありのままの自分を受け入れてくれる友達が私にとっては親友かなって思うかな。でもやっぱなんか環境とともに人も変わっていくし、私も変わったしきっと。だから今まですごいずっと仲いいよく親友でいた人がちょっと遠くなるとかは全然周りでもあるし、あることなのかなとは、年とともにね環境とか考え方とかも変わっていくからあるんじゃないかなとは思うけど、そうだね。でも私は結構やっぱ昔から仲いい友達とかが多いから、その高校生の時からの友達が未だにいつもの仲良しメンバーみたいな。だけどみんなで集まるっていうことはもうほぼないね。やっぱみんなバラバラだし、住んでるところも。だからみんなで集まろうっていうのは本当だから私の結婚式とかですっごい久々に集まった感じだったかなっていう感じです。旦那に完璧を求めちゃいけないけどイラッとしちゃう。ありさちゃんはイラッとすることあるってことで、めっちゃあるし、今朝マイルズに結構イラッとっていうか、イラッとしたねって普通に言ったけど、なんか別に責めたいつもりもなくって、難しいよね。なんか自分の感情の行き場がすごい難しいなって思うし、子育てとかしてるとなおさらなんかやっぱメンタルも不安定になるし、当たり先がないっていうかさ、子育てで得るストレスって子供が悪いことって
1ミリもないから、私のこの自分の器の大きさの問題だったり、自分の対応力の問題だったり、自分の管理の問題だったりするから、それをマイルズと一緒にやってるけど、今朝のなんか小言みたいな全然関係ないことなんだけど、なんか朝散歩行こうって、息子連れて散歩行こうって言ってて、私はそれを待ってたのに、この仕事終わったらってどんどんそのタスクを増やしてって、結局12時とかになって、私は行くつもりでスケジュールを管理してる。私もズームミーティングとかあったから。で、なんか、こんな時間じゃんみたいな感じで、なんか、ムカついて怒ってたみたいな。だから、完璧を求めちゃうよね。でも、完璧なはずがないし、それでイラッとしちゃうのもすごいわかるけど、私もイラッとすることは全然あるし、それを吐き出すようにはしてるけど、って感じかな。なんか、うまくまとまんないわ、この回答。はい。次車買うなら何が欲しいですか？私は、本当はモデル X、テスラのモデル X が欲しくて、だけど今の家の駐車場に入んないのね。で、引っ越しのタイミングで X に変えようとか思ってたら、なんと X がもう左ハンドルしかないということで、中古車しか右ハンドルがないっていうことで、テスラって電化製品みたいなもんだから、iPhone と一緒でさ、やっぱ新しい方がいいじゃん。新品の方がいいって私は思ってんだね。他の車に関しては全然中古でいいと思うんだけど、テスラとか電気自動車に関してはなんとなくそういう、アップデートできるんだけど OS みたいなのを。でもなんか新しい新車で買いたいって思うタイプだから、ってなると Y かなーみたいな。なんか全然、あとレンジローバーのなんか電気自動車なのあれ。なんかでかいやつあるじゃん。超高いやつ。あれとかもいいなって思うんだけど、テスラをね、もし運転してらっしゃる方で、この動画を見てて、他の車も運転してた方がいれば、わかると思うんだけど、超癖強いの、テスラの車の運転って。で、私はもうそれに今5年かな ?5 年乗ってて、しかも免許取り立てで1年別の車乗ってたけど、で、2年目で、やっと運転に慣れてきたかなぐらいでテスラにしたから、もうその癖でこの都内の運転を、学んじゃってるというか、自分が慣れてきたのがそれだから、レンタカーとかすると本当に事故りそうになるはちょっと盛りすぎだけど、赤信号とかで止まるのを忘れちゃうっていうか、ブレーキをかけるのを忘れちゃったりとかするわけ。突っ込んだこともないし、危なかったことはないんだけど、あ、そうだみたいな。だから、ヒヤッとするのね、レンタカーとかの普通の車を乗ると。だから、もうテスラの癖さえなければ、私が運転スキルがあったりとか、すぐ他の車に乗って運転が上手にできる人だったら、全然いろんな車、これもかっこいい、あれもかっこいいってあるけど、やっぱ結局次もテスラかなとか思ってるけど、そうするとアメリカとか行った時にやっぱテスラじゃないと運転できなくなっちゃうと、他のとこ行ったりしてレンタカーした時に困っちゃうから、難しいなって思ってるんだけど、モデル Y かなっていう感じです。子供と初めて一緒に旅行したいところとかありますか？ということで、来週石垣島に息子連れて初めての旅行で行ってきます。飛行機乗るのも初めてで、石垣って意外と3時間半かかるじゃん。だから結構遠いから、結構ドキドキでさ、もうさ、なんか、もう息子のね、持っていくものリストみたいなのバーってここに書いてて、これちゃんと、石垣島に行ったら、カバンの中身みたいな感じで紹介しようかなって思ってるんだけど、これがあった方が良かったとか。だから石垣島に行きます。それがすごく楽しみで、その後10月北海道に一泊行くのと、どうだろうね。年内にはアメリカ行くかなって感じかな。親戚に合わせに行くかな。マイルズ側のね、息子。あと、シンガポールにマイルズのお兄ちゃんが住んでて、マイルズのお兄ちゃんもちょうど先月か8月に生まれて、息子同士がさ、いとこになるじゃん。だから、シンガポールに、向こうは結構仕事柄ね、あんまりお休みが取れないから、うちらがシンガポールに会いに行くか、みたいな話もしてるので、シンガポール、アメリカは年内に行くかもなーっていう感じで、まだ何もプランはしてないです。そんな感じです。アリシャさんは携帯の機種は毎年変えてますか？それとも数年に一度ですか？ということで、私はこれ実は15プロなんです。毎年変えてたんだけど、15から16に上がるときになんかあんまり変化が感じられないなっていうのと、15が全然調子いいなと思って変えなくて、この動画を撮ってる次の日、明日に予約開始なの。だから、そんなすぐ予約するかはわかんないけど、17プロに変更します。はい。松江区はしないですか？もうなんか地元着でさ、慣れちゃってさ、松江区はしないかな。なんか取れかけもめんどくさいしさ、松パンの取れかけめんどくさいんだよね。松パンの取れかけの話いつも私してる気がするんだけど、すごい嫌なの。チリチリになっちゃって、今めっちゃ調子いい。まだかけて10日以内とか、すごく調子がいいです。
ボディマッサージとか日頃からしてることがあれば教えてもらいたいです。私特に足がムチムチで何とかしたいです。やっぱりマッサージとかですかね。わかる。私は家でマッサージとかストレッチとかストレッチはたまにするけど、マッサージとか一切しないの。けどやっぱ私いろんなことお泊まりしてるじゃん。旅行行ったり。やっぱ美意識高いんだよね、みんな。みんな何か喋りながら足をもみもみしたり、なんかしてんの。だからこういう日々の積み重ねだなって思うからやった方がいいと思う。私はやってないけど。幼稚園からの幼馴染の結婚祝い何にしようかずっと悩んでます。壁掛け時計、観葉植物ありきたりですが、夫婦、夫婦茶碗とか何がいいですか？私は、お箸いいと思う。なんか高級なお箸。高級っていうかまあ、自分で買うにはちょっとこれ高いな、みたいなのの、なんか夫婦箸みたいな。お箸って場所も取らないし、結構いくつあっても私はいいと思ってて、だからお箸はもらって嬉しいし、私も結構2セットで1万いくらとかのを京都で買って友達の夫婦にプレゼントしたりとか、2セットで1万いくらって自分じゃ出さなくないっていう。なんか、だからもらったら嬉しいなっていう。まあ、それは結構ほんと親友にあげたからさ、ちょっと高めだけど、もうちょっと安くても全然ギフトの値段としていいと思うし、お箸は場所を取らない。もらって困らない。いいんじゃないかなと思います。疲れた時何をしますか？寝ます。寝る。けど疲れてる時とか寝不足の時に限ってバッキバキに冴えちゃって、どっちかなんでね、ずっと眠いってやってるか、なんかバッキバキに冴えてんだけど私みたいになるかのどっちかで、まあでも疲れた時は寝るに限ります。お宮参りの際にお着物でしたが、母乳で胸が張ったりとか苦しくなかったですか？どんな日程でお宮参りしたのか良ければ教えてほしいですということで、普通にあれって生後1ヶ月だっけ？そのタイミングぐらい、ちょっと前後、1日2日前後したかもだけど、うちの母も来たので、そのくらいでやりました。時期はね。ちょうどもう猛暑になる前だったから良かったんだよね。なんか息子も私たちも、まあ暑かったけど、そんななんつうの、今みたいな猛暑じゃなる前だったから、ギリ良かったなっていう感じで、1週間遅れてたらもうできないぐらいの、なんか暑さだったので、雨も降らなかったし、すごい良かったです。で、母乳に関してはもう混合だから、でもその時確かにな、生後1ヶ月の時結構母乳あげてたから、けど全然平気だった。胸が張ってとかは特に大丈夫でした。お着物だから痛いとかいうのはなかったです。フリマかな？フリマベビーカーでも大丈夫ですかっていうことなんですけど、もちろん大丈夫です。お預かり、スタッフがいるのでお預かりできるようにしておきます。ミニルズくんとほぼ同じ月齢の息子がいますが、一緒にフリマ行ってもいいですか？もちろんです。お子さん連れ、全然大歓迎なんですけど、お子さん連れに対して、対応した作りをそもそもしてないので、例えばハウスダストだったりとか、人が多いだったりとか、ベビーカーとかもちろんお預かりとか置いたりはできるんだけど、快適な環境ではないかもしれないから、ちょっとそこは自己判断で、ハウスダストとかね、人の言ってもさ、私の服だからさ、人の服じゃん。そういうのとかが気になる場合は、置いてきた方がいいかもしれないけど、もし連れて来られるんだったらぜひぜひ、こちらは大歓迎なのでお待ちしています。産後のヘアケアどうされてますか？毎月この質問が来るんだけど、まだね、産後今4ヶ月過ぎて、まだ抜け毛がないのか、毛量が多すぎて、切れ毛が多すぎて、本当は抜け毛だけど気づいてないのが、でもそんなレベルじゃないんでしょ？もうたわしみたいにさ、もさって取れるわけでしょ？今んとこないんだよね。ぴょんぴょんっていう毛もないし、今んとこまだもう半年ぐらいまでに出るんじゃないって思ってます。離乳食用のハイチェアなど何買われましたか？うちはハイチェアはベビーベッドと同じストッケです。帝王切開で赤ちゃんを見ました。おめでとうございます。傷口の経過やお出かけなどどれくらいできましたか？いや、私は2週間で撮影行ってたな。仕事の撮影行ってた。いや、痛いけど、撮影室でも立ってポージングするとかじゃないから、移動も車だし、痛かったけど、なんか、痛みたいな感じじゃなかったな。なんか、息子に蹴られたりとかしたら痛いって感じだけど、2週間で結構、もちろん傷は全然治ってないけど、全然動けてた気がします。出産 Vlog を自分で見返しても、そういえばマジ痛くて泣いてたじゃん。確かにそれマジ痛かったなと思って。なんかもう、無理ってぐらい痛かったなっていう。なんか、忘れちゃったね。もうそれ早いよね。こういうことなんだろうなって、産後の痛みを忘れるっていう。出産の痛みか。それ、だから、あれを見てマジで泣くほど痛かったし、もう動けなくて泣いてたし、そうだなみたいな。あとベッドから起き上がるとかできなかったし。けど家帰ってからは、なんかソファーから起き上がるときにマイルズに腕引っ張ってもらったりとか、でも2週間であれいけてたってことは、2週間の時は普通に自分で立ったり座ったり運転したりできてたって感じだったか
な。これも答えたかな。最近のおすすめネットフリアマプラ教えて。ネットフリックスは正直あんまり今ウェンズでちょっとダラダラ見てるぐらいで、あとやっぱ前みたいに前私さ、もうネットフリックスのアリサぐらいさマジ見てたの。アリサちゃんいつ見てるんですかみたいなみんなから言われるぐらい本当にほぼほぼ全部見てたし、もうめっちゃ見てたの。やっぱ見れないね、子育てしながらだと。内容入ってこないし、テレビ集中してる時間ないし。ただ私たちの青い夏だけは、夜時間を作って見るようにしてて、もう最終回終わっちゃったのかな。まだあと2話残ってるので2話見たいなと思ってます。マイルズさんと喧嘩または気まずくなった時の仲直り術。私が怒るだけだからね、普通に私が普通に戻るって感じかな。とか謝って、でも戻る時は結構自然とすぐ普通に戻ってる気がする。だから結局私も行き場のない怒りをしてるから、謝ってほしいんじゃないみたいな。ごめんねって言われて、ごめんねで終わっちゃう話なんだけど、そうじゃないみたいな感じで、だから私の機嫌が治ったタイミングが仲直りのタイミングみたいなもんだから、そうだね、私が普通に戻ったら終了って感じです。反省します。そうなんだ。数日がアリサちゃんと一緒で33で運命感じました。33は大変人と言われてるようです。私そうだよね、友達にそれ連番じゃんみたいな言われたけど、すごいで終わった。全然何も分かってない。結局はね、自己肯定というか自認の話だから、自分が幸せって思っちゃう。自分ってラッキーって思ってればラッキーなので、それって人に判断されることでも数字に判断されることでもなくて、全部主観だから、私はラッキーで、私は幸せで、私って最高って思って生きてればそれが答えだから。33が何なのかは分かんないけど一緒でイエーイですね。イエーイ。私も同じ月に初出産し、いつも動画参考にしてます。おめでとうございます。ミニールズくんは頭の形きれいに保ってますか？いいえ、絶壁までいかないけど、やっぱ分かんない。何が絶壁なのか分かんないから、エスメルダのドーナツ枕をちょうど買って、それもアリシャンが勧めてて、そっちを買って、それの前はエスメルダのドーナツになってね、穴が開いてない真ん中がへこんでるやつをずっと使ってたんだけど、穴が開いてるやつがめっちゃいいってアリシャンが動画で紹介してて、買おうと思ってドーナツのやつちょうど今朝からドーナツの方を使い始めて、間に穴が開いてるやつ、それで綺麗に丸くなったらいいなと思ってます。けど丸くんねんってか、いびつな形で、うちの子さ、髪多いじゃん。もともとボーボーで生まれてきたから、頭の形があんま分かんないわけよ。で、今も髪もさ、伸びてるからさ、後ろハゲたりはしてるけど、頭の形が多分、おはげちゃん髪が薄い子とかだったら、頭の形がすごい分かりやすいんだろうけど、でも嫌だよね。変えられるうちに変えてあげたいじゃん。親が気をつけて、綺麗になるところは綺麗にしてあげたいなと思うし。妊活前、妊娠中に飲んでたサプリなどありましたか？特にありません。妊娠中は、飲んでたのは、葉酸系と、あと DHA と、あとすっぽん小町と、そんなもんかな。で、葉酸系のサプリは、最初は普通にエルビットとかそういう系の飲んでて、で、アメリカ行ったタイミングで、初期、中期、後期に分かれてるサプリがあって、でもめっちゃ高いの、それ。で、それがいろんなのが全部、1パックずつになってて、これを1日1パック飲めばいいみたいな。4、5錠入ってるんだけど、その中に。それを飲んでたかな。でもDHA、あれは、健やかの会社、雪印かだから、雪印の DHA のサプリとかは中期ぐらいから飲んでます。アリサさん大好きです。ありがとう。彼氏に振られて落ち込んでる私にカツを入れてください。カツじゃなくない？カツは入れないでしょ。落ち込んでる人に。落ち込んでる人ってカツ？慰める系だよね。違う？落ち込んでる場合じゃないよみたいなのがカツだよね。振られたら普通に悲しくない？でも絶対意味があるからって私は思ってる。今までの出会い別れすべてこのためにあったんだって常に今思うから、悲しい出来事とか嫌な出来事があっても、でもこれってこの先の幸せな結末への通過点でこれが必要だったんだなみたいな捉え方をするようにしてるので、絶対に幸せになれると信じてっていうか、念じるっていうか、確信をして日々過ごしていただけたらと思います。どうしようもないくらい傷ついた時、アリサさんならどうしてますか？アリサさん大好きです。ありがとう。どうしようもないくらい傷つきたくないけど、考えただけでちょっとうるうるしてきちゃった。どうしようもないくらい傷ついたら辛い。やだ、傷つきたくないけど、どうしよう、このどうしようもないくらい傷ついたって言葉に今結構心がグッてなっちゃった。
傷ついたことが最近あるわけでもなんでもないんだけど、超辛いなと思って想像したら。1日2日なんだよな、私ね。1日2日泣いたり、その傷ついた問題に向き合うと、徐々に復活していくのね。なので、1日超向き合う時間を作るとか、やってみたらどうですか？向き合って、泣いて、落ち込んで、こうすればよかった、ああすればよかったっていうたらればをたくさん並べて、次の経験のために生かすために反省会を自分でして、でももうこれってわかんない。何の内容かわからないけど、これってもう変わらない事実だし、私も次こうなったらこういう風にしよう。いい勉強だったって思って切り替える。そこが難しいんだけど、意識的にそう持っていかないと絶対できるようにならないと思うから、意識的にそういう風にするように、あと死にやしないっていうことを、死にやしないじゃんっていう、わかんない。でも体のこととかだったらさ、なんかもうちょっとこの内容がわからないから何とも言えないんだけど、っていう風な考え方で。もしこのご本人が傷ついてるんだったら本当に心配だけど、早く元気になってくれるといいなと思います。最近一番使ってる香水は、香水がですね、息子が生まれてからつけられなくって私地獄です。香水もつけられなければ、キャンドルも炊けなければ、お香も炊けないっていう私の大好きな香り物が今一切禁じられていて、2年なんだってね。お香炊けるまで、キャンドル炊けるまで2年かかるそうなので、夜のお出かけとかの時、もうだから息子が寝るだけ、私が家に帰った時はもう息子が寝てるっていう状態の時は香水つけてって、でもディナーの場所によってあんまり香水きついとダメだしさ、とかもあるからさ、昼間に本当は香水つけたけどつけられないから、夜ね、つけたりするけど、最近はだからオブソブはもちろんスタメンで使ってるのと、オブソブのオブロゼ、私がプロデュースした香水。あと、最近好きなのがグッチのネロリ。めっちゃいい。グッチのネロリも好きだし、あとはやっぱり、バカラの香水。バカラの香水なんて絶対息子の前でつけられないようなきつい匂いなんだけど、もう大好きなので、一人のお出かけの時とかはつけて、で、リビング行く前にもそのまま、1階がシャワーなんで、そのままシャワー浴びて香水つけた日とか。どうせ息子は寝てるんだけど、っていう感じにしています。スーパーやコンビニで売ってるお菓子で何が一番好きですか？しょっぱいも甘いもあるじゃん、そもそも。いっぱいあるな。タケノコの里、トッポー、堅揚げ。最近堅揚げも、コンソメパンチも好きだけど、堅揚げとかもなんか、海苔塩とかもすごい好きだし。あと、ポッキーよりトッポ派。トッポを冷蔵庫で冷やして食べるのとか超好き。あと最近、ガツンとみかん。うまーって思って。ガツンとみかんが超美味しくて、しかも1個売りと箱のファミリーパックで全然なんか違うの。1個売りの方が美味しいのね。箱入りだと多分1本が細くなってるから、果肉感が少ないっていうか。だけど最近1個売りがどこにも前橋で売ってたんだけど、前橋にももう箱のやつしかなくって。箱のやつをだから最近は口で溶かしながら、口の熱で温めて溶かすと、果肉が出てきて、それで果肉を楽しむみたいな感じで、ガツンとみかん食べて、ガツンとみかん大好き。今年初めて食べたの多分私。食べたこともしかしたら1回ぐらいあったかもだけど、マイルズが買ってきて、なんか一口ちょうだいって食べたら、うんまみたいな。冷凍みかんやんってなって、冷凍みかん大好きだから。めっちゃ美味しい。ガツンとみかん。終わっちゃった。じゃあ最後1問選びたいと思います。じゃあこんな質問にしてみます。いつも写真が可愛すぎるんですけど、撮るときに意識していることあれば教えてほしいです。角度など。ありがとうございます。お褒めいただいて。撮るときに意識していることは、同じ顔だよ。大体同じ顔。インスタ見てみようとして大体同じ顔だから。撮るとき意識してる。私左しか無理なの。右本当に見ないでほしいし、見ても内緒だよって感じなので、見ても人に言っちゃダメだよっていう右なの。これ前の動画で言ったことあるな。すべて右が最悪なの。鼻の穴の形、口の下がり方、目とここの幅も全然違うっていうか、なんか、この立体感も違うし、もうしょうがないからみんなに見せちゃう右の顔。いや、全然多分動画に出てんだけど。左で、これ多分いつもインスタで見てるアリサちゃん。これじゃん。やだな、右見せんの。あら、あんま見たことないでしょ、右の顔。全然違うでしょ。だから、本当はこっち、ほら、全然違うの。だから全部左です。よろしく。で、私はなんか、それみんな利き顔って言ってんだけど、うちらの業界だと。利き顔があるんだけど、あんまりバレたくないと写真を反転させたりとかしたり、それだからこっち側、正面も OK。こっちからはダメ。でもたまにね、自分で写真選べないさ、仕事の時とかさ、こっちの顔とか使われて、私もっと可愛いのにこっちとか思いながら、まあしょうがないわ、みたいな感じで。だからさ、
全然写真の話と違うんだけど、マイルズと付き合いたての時とか、アメリカでさ、デートっていうか、アメリカで会ってたから、遠距離だったから、で、左ハンドルじゃん。で、私右 NG じゃん。で、もし日本の車だったら右ハンドルじゃん。右の顔見られるじゃん。左しか見られたくないから、マジ左ハンドルでよかったって思ってたの。超可愛くない？自分。私可愛いって、その考えがね、すごい、思いました。今はどっちだろうと、こんなだろうと、なんだろうといいんだけど。まあ、はい、写真は、だから私左で、でも、なんか体太いのはもうしょうがないから、あと別に世間が細いって私のこと思ってないから、もうそこは開き直れるっていうか、全然なんか肉付き良くてもいっか、みたいな感じだけど、写真を撮るとき、やっぱ全体のバランスをよく見えたいから、ちょっと横振りで、前に出てる足を前に出す。と、足が綺麗に見えたりとか、あとはなんか、手の動き、でもそれでも職業柄17の時から雑誌とか出始めたからさ、写真の撮り方で言ったらなんか自分の利き側は知った方がいいかもしれないね。写真を撮ってみて、あ、私こっちの方が好きだとか。で、じゃあ好きな方、嫌いな方ってあんまり好きじゃない方のなんか違いとか見てメイクを研究するでもいいと思うし、だから写真の撮り方に関してはそこかなっていう感じです。あんまり答えになってるかわかんないんだけど。はい、そんな感じで今回も質問ありがとうございました。質問の数が減ってることに今回気づいたので、どちらにしろ全部拾えないんですが、よかったらまた質問を送っていただけたらと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。サムネもこっちで撮っとくね。